皆さんこんにちは。旅クールです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回は山形県赤湯温泉山形座滝波をご紹介します。赤湯温泉の開湯は約930年前の平安時代後期、奥州統一を担った源義家に同行していた弟義経に発見されたとされる歴史ある温泉です。戦いで傷ついた兵士が体を湯に浸したところ、立ちどころに傷が治り、血で真っ赤に染まったことが赤湯温泉の由来と言われています。この動画では歴史と概要からお部屋、お風呂、そしてライブ感あふれるディナーやアクティビティなど、滝波での贅沢で素敵な体験をご紹介します。見どころたっぷりの動画になっていますので、じっくりとご覧ください。山形座滝波に到着しました。歴史と概要をご紹介します。気候と土壌に恵まれ、古くからワインの生産が盛んな山形県南陽市。南陽市の赤湯温泉街にある日本桜名所100選烏帽子山公園。そんな風光明媚で自然豊かな赤湯温泉で、蔵のような外観とかやぶきの門がひときわ目立つ温泉宿、それが山形座滝波です。滝波の創業は1915年。滝波の名称は初代滝蔵と波という夫婦が当時の宿を開いたことに由来します。2017年、全館のリノベーションとともに前身にあたる行き帰りの宿滝波から山形を代表する宿になってもらいたいという願いを込めて、山形座を冠名として改称されました。現在の滝波は2階建て、全19室、すべてのお部屋にかけ流しの露天風呂をしつらえたプライベート感十分な温泉旅館です。まず最初に出迎えてくれるのは伊達家ゆかりの薬衣門。かやぶき屋根と一枚板の欅の扉が重厚な400年の歴史を持つ滝波のシンボルです。さあ、この門をくぐると滝波での非日常体験が始まります。続いて美龍軒と呼ばれる母屋は、上杉家10代目上杉鷹山の庄屋を5代目館主が50年以上前に移築したもの。豪雪にも耐えうる力強い構造はそのままに、かやぶき屋根から耐久性のある屋根に改装しています。滝波の自慢はリラックスランキング東北1位、ミシュラン一つ星を獲得したライブ感あふれるオープンキッチンでのディナー。素晴らしい食事の様子はこの後たっぷりとご紹介します。東北中央自動車道南陽高畑インターチェンジより約5分、 JR 赤湯駅から送迎車で約5分とアクセスも良好です。エントランス前の階段には赤湯で採れる凝灰岩、さらに上には一枚板のホテル滝波の表札。こだわりと歴史を感じる重厚なエントランスから館内に入ってみましょう。エントランスから見える景色はまさにタイムトリップした世界。釘を一本も使わずに太い梁と柱を組み合わせた伝統建築は見る者を圧倒します。エントランスの床板は蔵王石、廊下の床板はう作りと呼ばれる加工が施された木のぬくもりを感じる山形と秋田の杉板。
こちらはフロント。ロビーの奥にはさらに畳のスペースが広がっています。木彫りや組子の欄間が見事ですよね。大きな窓からは庭園や蔵の景色が見えています。一つ一つ違うチェアも特徴がありますよね。カラフルで目立っているのはスワンチェアやワイチェアと呼ばれる北欧家具、和と洋の素敵なコラボです。ロビーの隅にはラウンジがありました。ドリンク類はとても豊富なんですよね。缶チューハイやビールは無料です。黒文字茶は黒文字の木から作る和のハーブティーです。コーヒーは地元山形のオーロラコーヒーが2種類。こだわってますよね。ワインや日本酒も地元中心です。おつまみもありました。廊下の途中にはショップがありました。地元の食品やドリンク、工芸品などが並ぶセレクトショップのようになっています。こちらは滝波オリジナルの羽織。赤湯名物龍上海のラーメンもありましたよ。ロビーのチェアに座ってチェックインです。まずはウェルカムドリンクをいただきます。日本酒、コーヒー、お茶、リンゴジュースから。私はコーヒー、妻は日本酒をチョイス。地元斉藤府店のフのラスク。その後夕食時の乾杯酒の説明をしてもらいましたが、ワインや日本酒のペアリングもありましたので、今回はワインのペアリングでお願いしました。この時は夕方4時からそば打ち、5時からヨガ、そして翌朝6時からの早朝ツアーがありました。観光地の説明もしてくれましたよ。チェックインの時に田中屋のアンビンを予約してもらいました。翌朝歩いて取りに行けます。宿泊費についてはお部屋の解説のところで紹介をします。チェックインは3時、チェックアウトは11時となっています。お部屋に入る前に館内を一通り案内していただきました。大浴場、ダイニング、館内着。ちなみに館内着は浴衣、サムエ、T シャツが各サイズ好みで選べます。さらにラウンジ、そしてその後お部屋です。お部屋をご紹介する前に滝波の客室について解説をします。客室は全19室、1階のお部屋はすべて蔵王石の露天風呂、2階はヒノキの露天風呂があります。エレベーターはありませんので、足の不自由な方はご注意ください。お部屋は大きく蔵のお部屋と山形、桜のお部屋に分かれています。蔵の1階、まずは3部屋分の広さがある蔵01。こちらのお部屋は滝波では最も高級なお部屋です。そしていずれもメゾネットタイプの蔵02から04。そして2階には蔵05から07までがあります。続いて山形と桜の塔のお部屋。1階と2階にそれぞれ3部屋ずつ。桜のお部屋は南向きで中庭の景色が見えます。ですので石風呂が好みの方は1階を、ヒノキ風呂が好みなら2階のお部屋を選ぶのがいいと思います。また景色を重視する方は桜のお部屋がおすすめです。この後
今回宿泊した蔵06のお部屋と桜山形のお部屋をそれぞれご紹介しますので、ぜひご覧ください。料金については1泊2食付きの基本プランで1人当たり5万円台からとなっています。特にメゾネットタイプである蔵の02から04は1人6万円台から7万円台、そして最も高額な蔵01は1人9万円台からとなっています。さあ、蔵のお部屋はエントランスを入って左側の廊下を進んでいきます。目の前に見えてくるのはなんと本物の蔵の壁です。名前の通り、蔵のお部屋は本物の蔵を改装したお部屋なんですね。今回宿泊した蔵06のお部屋は2階にあります。2階の廊下は畳敷きになっていました。ではお部屋レビューです。はい、今回のお部屋はこちらの蔵06のお部屋です。鍵はね、ちょっと面白い形の木製のキーホルダー付きの鍵になっています。はい、こちらの蔵06のお部屋ということですけども、こちらの蔵のお部屋は実は昔は本物の蔵だったところを改装してこういったお部屋にしたということで、本当の実は蔵だったんですよね。ですので天井の形であったり、あとは歴史を感じるようなこの梁なんかもね、昔の作りを生かしているということみたいですね。そしてお部屋は畳敷きの14畳ぐらいの広さになっていまして、ベッドが2つとこちらにはソファーがあって、さらに大きな窓から景色が見えるということですけども、こちらの蔵のお部屋の景色は桜が見えるお部屋ということで、今こちら蔵06のお部屋ですけども、隣がね07のお部屋で、07のお部屋であればもう少し正面から桜が見えるかもしれません。まあそれでもね、これぐらい見えていれば十分かなというふうに思います。そして窓から見える反対側の景色は、いわゆる日本庭園のような枯山水のような景色が見えています。窓側からお部屋を見ますとこんな感じになっています。手前側にはソファーとテーブルがありますね。このソファーからね、桜や松の景色が見えるのかなというふうに思いますね。そしてこちら側にはね、シーリー社製のセミダブルサイズのベッドが2つということで、とても寝心地が良さそうですよね。さあ、そしてこちら側にはこのお部屋の売りでありますヒノキの半露天風呂が見えてますけども、ちょっと行ってみます。まずね、扉を開けるとほんのりとね、硫黄の香りがするんですよね。赤湯温泉のお湯は無色透明ではあるんですけども、ほんのりと硫黄の香りがする、とてもいいお湯なんですよね。そしてそのお湯が源泉 100% かけ流しで楽しめるということで、非常に素晴らしいお風呂になっています。そしてお風呂からもちょっと桜はね見えにくいかもしれませんが、庭園とそれから松の景色が見えるという感じでしょうかね。で、奥の窓はね、開けることができますので、半露天風呂ということで、開放感も楽しめますし、また寒い時期はね閉めて入ることもできるということですね。洗い場はお風呂の中にありました。シャンプー類は滝波オリジナルのおぼこの。そしてお風呂の手前には洗面がありますけども、一枚板の上の高級な感じの洗面で、パナソニックのナノケアドライヤーですね。こちらにはタオルと、そしてアメニティですけども、櫛、ヘアバンドですね、ひげ剃り、歯ブラシですね、
それからシャワーキャップとタオルですね、コットンセットが用意されています。こちらは女性用の化粧品ですけども、チフレ化粧品のドゥオーガニックという化粧品ですね。滝波はお料理もコスメもオーガニックにこだわりますというふうに書かれています。そしてこちら側にはタオルウォーマーありますけども、特にね寒い時期はタオルがすぐ乾きますので嬉しいですよね。さらに下にはガウンも用意されています。トイレですけども最新のウォシュレット付きのトイレということですね。そしてね入り口を入ったところはこういったカウンターのような感じになっていまして、上には床ごと、あとはこちらはね寒い時には着れますよっていう上着ですね。それからスリッパですね。下にはねテレビと、あとはねフロントに連絡をするときはこちらの iPad をね使って連絡をするということみたいです。ミニバーのようなスペースですけども、ポットとミネラルウォーター、それからコーヒーバッグですね、オーロラコーヒーと書かれてます。あとはお茶のティーバッグですね。下には金庫と冷蔵庫がありますが、冷蔵庫の中のねミネラルウォーターとこちらのドリンクは無料でいただけるということですね。お部屋で Wi-Fi が利用できます。通信速度もねかなり速いですね。あとは携帯の電波は問題なくつながります。続いてダイニングの奥の廊下を進んでいきましょう。こちらには大正時代の小学校の校舎をリノベーションした桜と山形のお部屋があります。廊下の左が桜、右が山形です。まずは1階、桜03です。床はフローリング、ツインベッドでソファーがあって、そして外に露天風呂が見えています。桜03の露天風呂ですけども、蔵王石を使った露天風呂で、1階のお部屋はこのタイプのお風呂みたいです。お風呂からは庭園が見えていますが、奥の方に少しだけ桜が咲いてますね。2階へ行ってみましょう。こちらも2階は畳敷きです。続いて2階の桜05のお部屋です。こちらは天井が高くて、梁は古い木材が使われてますね。セミダブルのツインベッド、ソファーがあって、奥の方にお風呂が見えています。2階のお部屋はすべてヒノキ風呂で、こちらは半露天のような感じですね。桜はこちらのお部屋からはバッチリ見えていますね。とても綺麗です。デスクと水回り、そしてシャワールームがあります。最後に2階の山形05のお部屋です。2階はどのお部屋も天井が高いんですね。ベッドについては桜と同様ですけども、山形のお部屋は天童木工の家具が使われています。露天風呂は桜のお部屋と同様にヒノキの半露天風呂でした。山形のお部屋は景色は望めませんから、景色重視の方は桜のお部屋がおすすめです。デスクスペースや水回りは同様でした。今回のサムエです。サムエですね。ちょっとパジャマ風の、そうだね。そうネームが入ってるの書いております。そう動きやすそう。足もこう上がりそうだし、ちゃんと、着やすそうだし動きやすそうな服だよね。いいね、このゆったりしてて。そう、厚さもちょうどいい感じ。こういう感じです。
半袖 T シャツが別に置いてあって、暑い時はこれを脱いで半袖 T シャツを着てもいいですっていうことで。なるほど。どうですか？半袖 T シャツを着ました、4種類ぐらい色があってサイズごとに分かれてます、今日は5時からヨガを一応初めて申し込んでるので、この服でいいっていうことなんで、これで挑んでいきたいと思います。でその前にちょっとお風呂に行きたいので大浴場に行ってきます。それではレッツゴー。はい、大浴場ですけども、手前側が女湯で奥側が男湯ということになってますけども、まずは男湯からご紹介していきます。はい、こちらが男湯の大浴場の脱衣スペースということになりますけども、狭めではありますけども、お部屋の数も多くはないですから、十分かなというふうに思います。それぞれね、鍵付きのロッカーになってますね。バスタオルとフェイスタオル、そしてボディタオルもありますね。こちら側にはウーロン茶とミネラルウォーターが無料でいただけるということになっています。温泉の成分表ですけども、森の山2号源泉で pH が 7.6 の含硫ナトリウムカルシウム塩化物温泉ということですね。源泉の泉温は60度近いんですけども、湯量の調節なんかでね、加水なしで源泉 100% かけ流しを実現しているということみたいです。化粧品やそれから綿棒ですね、あとは櫛とひげ剃りが用意されています。ダイソンのドライヤーがありました。でこちらは洗面ということですね。ではお風呂に行ってみます。まずは入り口を入ると洗い場が4つ用意されています。それぞれ仕切りがあってプライバシーも配慮されてますね。シャンプー類はお部屋のシャンプーと同様ということですね。さあこちらが滝波男湯の大浴場ということになりますけども、男湯に関してはこちらの内湯だけということになっているみたいです。女湯はね後でご紹介しますけども、内湯と露天風呂があるということになります。広さも十分のね石の湯船で、上にはかなり厚めのねヒノキが縁取られていて高級感もありますよね。大人 4,5 人ぐらいはねゆったり入れそうな、そんな湯船になっています。でお風呂の周囲も全体がこんな感じで木造りになっていまして、そして奥の方にはね窓があって少し庭園風の景色も見えるということですね。では続いて女湯をご紹介します。こちらが女湯の脱衣スペースということになりますけども、このスペースはね男湯と同様の広さですけども、女湯についてはこちら側にね広いドレッサーのようなスペースも用意されています。ドライヤーはパナソニックのナノケアですね。ドリンクなんかも同様に用意されてますね。化粧水なんかのアメニティとコットンセット、シャワーキャップ、あとはヘアバンドと櫛が用意されてますね。ではお風呂に行ってみます。こちらが女湯の入ったところですけども、男湯と同様に洗い場が用意されてまして、やはり仕切りもしっかりとあって、シャンプー類は同様ですね。そしてこちらが女湯のお風呂ですけども、男湯とはねだいぶ違って上の方まで木造りでなかなか雰囲気ありますよね。奥の方にはね蔵王石をくり抜いたという大きな露天風呂も見えています。内湯の湯船ですけども、全体は石造りですけども、男湯よりね少し広いように見えますね。そして上の方には木が縁取られていて、やはり高級感のある湯船になっています。手すりと段差も用意されていて、バリアフリーにも配慮されているということですね。そしてこちらが女湯の露天風呂ですけども、非常に大きな自然の岩、蔵王石という石をくり抜いたとても立派な
石のお風呂ということになっています。そして周りはね囲まれてはいるんですけども、上の方は開放されてまして、開放感もねかなりあるのかなというふうに思います。お風呂の手前にはね階段ありますけども、こちらの手すりにつかまってこちらの階段から中に入るような、そんなお風呂なのかなというふうに思いますね。非常に雰囲気のある素晴らしいお風呂です。滝波では体験できるイベントがいくつか用意されていますが、その一つがこれからご紹介するそば打ちです。日本酒とノンアルの甘酒が用意されていました。カウンター席に座って、それではこれからそば打ちをしたいと思います。10割そばでございます。私、このカウンターに入るソムリエでもあります。ソムリエがそばを打つと何ていうかご存知ですかね。そばリエ出来上がりました。打ちたてのそばは夕食で実際にいただくことができます。夕方5時からはヨガ体験が行われていました。今回は妻が参加していましたよ。さあ、お楽しみの夕食の時間です。会場はダイニング365分の1。カウンター席とその周囲に個室がありますが、今回は個室を選択しました。ライブ感やスタッフとの会話をより楽しみたいならカウンター席、プライベート感を大切にしたいなら個室がおすすめです。個室からもライブを見ることは可能ですよ。料理長の挨拶から今夜の素敵なディナーがスタートします。ミシュラン一つ星のプレミアムなディナー、ぜひご覧ください。ドリンクメニューです。出てくるお料理に合わせて厳選されたワインや日本酒が提案されています。ソフトドリンクも豊富です。今回はワインのペアリングをお願いしました。はじめのシャンパーニュ、ボランジェでございます。まずは乾杯しますか。乾杯。いいですね。さすがですね。こちらノンカフェインのハーブティー黒文字茶でございます。はい。お料理も楽しみです。今日は、はい、こんな感じです。こっちがメニューで、こちらの方が滝波のコンセプトを書いてるっていうことで。でさ、面白いのはさ、料理の名前書いてないのね。素材だけ書いてんじゃん。ほら、人参とか春大根とか。あとね、この下の方に、この協賛グループみたいにさ、会社名が書いてるのね。お正品って書いてるよ。ありがとうって意味でしょ。お正品。そうだろうね。だからどういう料理になるかはわからないってことでしょ。シェフの腕一本で。腕一本でね。どんな料理が出てくるのか。こちらはミシュランなのね。ミシュランの。すごいドキドキ。でもすごくね、こうスタッフの方々も気さくな感じのところがこう。気がついたら、ここミシュランだったんだっていう感じだよね。いいよね。そう。お茶も出してくれたので、お茶。そうですね。ちょっとなんかね、癖がある。美味しいけどね。前菜お一品目でございます。雪の下人参のタルトタタンでございます。表面はちょっとキャラメリゼしておりまして、ほろ苦さとちょっと優しい甘みと添えておりますので、よろしければお手でつまんでいただいてお召し上がりください。薄くこうかつらむきのような感じになってるように見えるんだけど、そうだね。すごい繊細なお料理がいきなりやってまいりました。すごい手でつまんで食べて、わ、すごい一口でいけるんじゃないこれ。いけそうだ。人参の臭さが全然ないね。そして下のクッキー生地がまたね、サクサクなんだよね。しょっぱなからきましたね。
ウティファムさんのアルバリーニョ、スペイン原産のブドウでございます。本当にすごく爽やかなハーブ、スパイスのような香りも感じまして、あと柑橘の爽やかな酸味もあったりします。下の方に2種類の大根ですね。この大根を甘酢、カモミールの甘酢に漬け込んでセミドライにしたものと、さっぱりと炊き上げたものでご用意しております。ショットグラスですっごい爽やか、これは、大根のね、いただきます。大根がさ、すごくさ、こう爽やかでハーブとかいろいろ入ってたよね。本当だ、香りがするね。ハーブね。それにこのワインがすごく癖のない感じで、そうね。おー、いいね。泡美味しい。ね、泡ってソースだよ。ソース。泡美味しい。そうですね。ですね、建造エステート朝露です。アメリカのナパバレーの、日本人の辻本健三さんがやられているワイナリーですね。ソービニョンブランを使ったすごく爽やかな酸味、もう爽やかなフルーティーな、白ワインでございます。また高そうなワインがやってきましたよ。本当だね。すごいです。ワイングラスでやってきました。次はこれもすごく爽やかな感じの味なんだけど、ちょっとフルーティーだね。さっきのより美味しい。山菜のおひたしをご用意してございます。3種類ほどお入れしてございまして、最後にですね、残ったお出汁ですね、こちら山菜の旨味なども感じられますので、ぜひ最後まで楽しんでください。本日の山菜すごいです。13種類全部入ってるっていうことで、すごい。でもなんかすごくこれなんかおひたしって書いてるけど、これなんか調理してるのかな。すごいカリッとしてる感じ。本当だ。ちょっと揚げてるのがあるね。揚げてるのがある。天ぷらにして揚げたものとか、そういろいろ一つ一つ多分工夫を凝らしておひたしにしてるんだなっていう感じの。これもちろん花も食べていいんだよね。そう全部食べられるっていうことなんで、いただきます。ワインをいただきます。あれだよね、今このおひたしなんだけどさ、ワインが邪魔にならないっていうか、そうね。同じ種類ばっかり飲んでたけど、今回はいろんなタイプのワインが出てきて、すごくこう勉強になりますね。古代吉野グレープリパブリックですね。ナチュラルなブドウの爽やかな香りをとって甘みはほぼないんですけども、フルーティーな香りがあるようなすっきり系の、ロゼなんですけども、高地産の結桜という濃いした作りでございます。中には豆もやしを梅の出汁で浸したものでございます。舌触りがねちょっとシュワッとした感じで食べてみましょうか。はい、なんかオリーブオイルがいいですね。本当に濃いかな。めっちゃくちゃ美味しいんだけど、本当だ。鯉の料理の中で最高、ね、鯉の感じがしないね。鯉のお刺身とか鯉の甘露煮とかいろいろ食べたけど一番ですね。でね、中のこのアスパラ、これともすごく相性が合う。これイタリアン系で仕上げてる感じだね。オリーブオイルでね。間違ってたらごめんなさい。ワインとも合いますよ。アルザスの、マルセルダイスですね、13種類のアルザスのブドウを使ったワインでございます。牡蠣の芳醇な香りと合わせてお楽しみいただければ、はい、複雑な味わいって言ってましたよ。複雑な味わいって言ってたけど、だからって言って癖があるわけではない。すごくまろやかで美味しいです。私は続いてマルセガキの酒蒸しになっております。一番だしと牡蠣を蒸し上げた時のだし2種類入ってございます。さあ、ではいただきますか。合わせて温かいうちに。
まー、美味しい。すごいね。出汁がすごいね。出汁がす牡蠣もプリプリ。ごい。ね、プリプリだ。なんかね、この牡蠣を食べて汁を飲んで、その後にワインを飲むとすごくまろやかになる。多分1杯2000円ぐらいすると思う。これを10杯飲んだら2万円だよ。ね、これさ1万6000円なんです。お得だと思いません？こんな美味しいワインを選んでいただいてありがとうございます。今日のお召し上がりになっていただく方法なんですが、最初お塩が出てまいります。山形県酒田で作りました花塩、今度は調理部が作りました山形県唯一の飛島っていうところがあるんですけども、そこで取れました飛び魚、アモっていうんですが、そのブレンドした冷たいつゆで、この中にですね、大根の絞った汁をちょっと入れてます。それで第2弾楽しんでいただきたいと思います。お蕎麦やってまいりました。やってきました。ね、なんか量もちょうどいい感じ。お蕎麦はこの風味をね楽しんでほしいからワインのペアリングはなしで、ね。ラッキーそば。ラッキーそば。7ミリ。7ミリ。リのラッキーそば。おばさんのにも入ってたよ。あ、入ってるね。全員に入ってんのかな。2切れしてたから、結構当たる確率は高そうだけどね。そうね。塩でまず食べよう。まずはね。ちょっと。すごい。打ちたてのとわりそばだよ。ちょっとラッキー麺を塩でいただきます。噛み応え抜群。おいしい。塩だけでもいけそう全部。ね、いけそうだね。でもタレもこだわりがあるんでね。タレでも食べたいんで。あ、ちょうどいい量だなこれは。箸休めみたいな感じ。大根の風味がしてる。大根をおろしたタレと合わせたんで、そうそう。でちょっとピリ辛なの。ね、美味しい。この弾力は最高だね。これでおしまいなのかな。そうだよ。もっと食べたいね。バランスがあるんでね、おじさんね、好きなものだけをいっぱい食べられないっていうことですよ。そばだけもっと食べたい。上山市の武田ワイナリーさんの843の5上荻能登でございます。マスカットベリー A100% のどちらかというと軽めの、赤ワインになりますね。ホタテとスナップエンドウですね。メインはスナップエンドウです。酒粕と、ブルーチーズを合わせたすごく濃厚なソースになっております。ホタテですよ。魚介ってこうなんか白ワインっていうイメージがあるかなって思うんだけど、赤で来ました。はい。楽しみです。このソースがすごく濃厚ですっていうことなんで、濃厚。ね、すごいね。フランスローヌの、ギガルですね。すごく凝縮感のあるフランスの力強いローヌの赤ワインでお楽しみいただければと思います。これはね、もう最初からこう鼻につく感じ。辛口で美味しいんだけど、かなりこう多分強いんじゃないかな。こちらフレッシュなお花のようなマッシュルームタルトをご用意いたしました。すごく花びらのようにマッシュルームを一枚一枚スライスしております。こちらはクロケッタでございまして、中に香草バターと山形地鶏のひき肉ですね、マッシュルームを刻んでお入れしております。下の方に男爵芋のピクルスも添えておりますので。これは圧巻ですね。圧巻ですね、本当。すごい、これマッシュルームなんだって。最初の人参もびっくりしたけど、この薄さすごいんだけど、ほら、これ全部食べれるのね。もったいないね、食べるのが。
マッシュルームだ。いただきます。ちょっと半分に割ってみる？そうだね。おお、すごい。中。ほら。何これ？すごいよ。この緑色のは何でしょうか？何でしょうか？赤。名物？名物ね。これは名物だ。美味しい。美味しいね。中のソースの正体は分かんないけど、辛いわけでもなくて、すごくまろやかで美味しい。シャーベットでございます。青森トド松という松葉がですね、山形蔵王で樹氷のなる松でございまして、香り付けとあとはシャーベットの中にエッセンスを煮出してですね、はい、お入れしております。さあ、いただきます。いただきましょう。シャーベット。ああ、確かに香り付けしてある。本当だ。松の匂いだよね。美味しい。松ってこんな感じなんだね。食べたら。ね、そうだね。面白い。隣の高畑マイナリーです。泣いた顔にっていう動画とかご存知ではないですか。その作者の方がこの辺出身の方でその動画にちなんだワインになりますね。しっかりした渋みも感じるような、フルボディ赤ワインになりますが、まもなくお肉をお持ちいたしますので、しっかり赤ワインでお楽しみいただければと思います。手作業は内もも系の赤身の部位になりますね。薬味には尺の切りあえとおろしたてのわさび、庄内浜の花塩、黒にんにくのソースと合わせてお楽しみください。さあ、メインのステーキがやってまいりました。米沢牛です。添えるワインは地元の高畑ワイナリーということで決めてきましたね。すごいです。おー、すごいツヤツヤ。お米はここ南陽市の黒沢ファームさんですね。安土桃山時代から続く今22代目の農家さんの夢心地というお米をご用意いたしました。まずは一番真ん中の一番いいところを混ぜずにお楽しみいただきます。お肉のおかわりをこちらの最大3枚ご準備をしております。すごい。お願いします。おかわり。2万円ほど。すごい器で味噌汁やってきました。すごいこれ。もうこの見た目だけで美味しそうだよね。あー、美味しい。美味しい。いや、味噌の味もすごい美味しいんだけど。美味しいね。あざみが入ってんだって。ステーキがやってまいりました。追加してくれたんだよ。追加もね、おじさん追加分もらったね。お肉ですよ。柔らかい。ご飯もいただきます。美味しい。ご飯めちゃくちゃ美味しい。これ何？いろいろこうトッピングして食べていいっていうやつ？そう味変しながらね。ね、食べてくださいっていうことで。わさびも美味しい。醤油をつけてくれたんで、ちょっとだし醤油みたいな感じ。そう、ご飯にかけてもいいし、ステーキにかけてもいいって。それではハッピーバースデーで参ります。
県産の乙女心という品種のいちごを使用したショートケーキでございます。うわー、すごい。このムースのような上に乗ってるソース、美味しそうですね。これはまた、あ、美味しい。菊芋のソースって言ってたけど、菊芋って言ってたよ。でもなんかカカオっぽい風味もするんだけど、めっちゃうまい。めっちゃうまいね。リンデンというお花のハーブティーでございます。安眠効果、リラックス効果ございますので。餃子菜ですかね。今日は、餃子菜山菜おにぎり、仕立ててまいりました。あとはいぶりがっこですね。ちょっと届いてますのでご一緒にお楽しみください。最後の最後まで素晴らしかったですよ。幸せな時間をいただきましたよ。はい。ああ、美味しい。ちょっとカモミールっぽい感じの味がします。はい、ごちそうさまでした。おやすみなさい。おやすみなさい。朝は6時から滝波名物早朝ツアーです。6代目館主が車で赤湯温泉街を案内してくれて、最後は絶景ポイントに連れて行ってくれるというツアーです。6代目館主のご挨拶の後、それではお付き合いください。2代目景勝から江戸時代、明治維新まで13代、これが10代目の将軍の上杉鷹山、これが伊達家、伊達政宗も使ったであろうかもしれません。朝の買い物着です。それでは今日始まりです。行きましょう。政宗の門開門。はい。その後車に乗車します。さあどんなツアーになるんでしょうか。楽しみです。赤湯の源泉所や観光名所を回った後、桜が満開に近い早朝の烏帽子山公園にやってきました。これが日本一の大鳥居。こちらの鳥居は継ぎ目なしの石の鳥居では日本一の大きさがある鳥居ということですよ。狛犬の下にある石にはなんと滝波の湯の文字がありました。さらに裏側には大正13年初代滝蔵と波と書かれています。皆さんお体の中でちょっとご不自由なとこあったら両方触ってってください。これ登っても大丈夫です。必ずご利益があるそうです。6代目はサービス精神が旺盛で写真もたくさん撮ってくれました。桜には一つ一つ名前がついています。赤湯の小学校の子どもたちが一人一本ずつ担当しているそうです。はい、これから登る山が正面に見えてきました。あの山の頂上に今から行きます。さあ山をご覧ください。これから登るのは太陽の方向に登りますが、この斜面、カベルネ・ソービニオン、メルロー、マスカット・ベリーエ、ピノ・ノワール、それからもちろんシャインマスカット、オリンピア、高尾。皆さん、シャインマスカット8月下旬から9月食べ放題で700円ですからね。来てください。でワイン、自分のワインが2キロも入れてきて潰して作ってきます。それが4000円で1本作ってクリスマスイブに自分のラベルで届きます。南陽スカイパークのある中部一山にやってきました。東から来る風はここから飛ぶわけです。
頂上からは360度パノラマの絶景が見晴らせます。そしてなんと頂上でのコーヒーのサービス、さらにリンゴジュースもいただきました。ここでも最後にサービスで館主が写真を撮ってくれました。朝食前約1時間のツアーでしたが、最初から最後まで6代目が喋りっぱなし、地元愛が伝わる感動的な素晴らしいツアーでした。機会があればぜひ参加してみることをお勧めします。朝食も同じ会場でいただきます。こちらが浮玉の朝食、大庄屋箱膳。大庄屋であった約400年前の食事スタイルにちなんで、漆塗りの箱膳に体に優しい食事が用意されています。季節の漬物、米沢牛のしぐれ煮、冷や汁は米沢の郷土料理です。秘伝豆を使用した豆腐、三陸産牡蠣の煮付け、お水漬け納豆、滝波卵は下が蒸した卵白、上が半熟の卵黄と珍しい組み合わせ。滝波の芋煮は山形風、ご飯は山形県産つや姫。盛り付けていただいて朝食スタートです。おはようございます。おはようございます。はい、昨日はペアリング、ワインのペアリングコースを頼んで、自分で選ばなくてもいいし、そう選ばなくていいしね、合わせてくれるからすごい良かったね。最高にこう美味しくいただいて、でお部屋のお風呂ももう源泉 100% かけ流しっていうことで最高だね。最高。いや、赤湯温泉はね、お湯がほんと最高、素晴らしいお湯だよ。いや、あとね、朝のねツアー、これが最高でしたよ。おじさん行ってきました。1時間半ぐらいかかったんだけど一人ではしゃいだ写真見せられちゃってどうしようかなと思っちゃったんだけど素晴らしかったです。私は月に4回あるっていうヨガのね、ヨガね、昨日の夜ね、夕方ね、40分ぐらい、もう本当いろんな楽しみというかねあっていい、素晴らしい宿泊ですね。まあこれから朝食ですけどね。そう、今朝食なんですよ。いただきましょう。こんなすごいですよね、綺麗なこう器に入って、保温と器でね乗ってきました。ではいただきましょう。いただきます。フレッシュジュースで乾杯しましょう。はい、乾杯。よくある 100% リンゴジュースとちょっと味が違うね。独特のリンゴジュース。あ、本当だ、リンゴだ。一瞬桃かと思っちゃった。とろっとしてたし。芋煮です。山形といえば芋煮。山形の芋煮は美味しいよね。そう。牛肉とね、醤油ベースで。ちょっとトッピングにネギもあったんだけど、このまま最初いただきますね。あ、薄味だね。美味しい。そうね。出汁が効いてる感じの。出汁効いてる。ネギ乗せました。里芋もたっぷり。ね、ゴロゴロ入ってる。本当だ。里芋いいですね。美味しい。牡蠣の甘辛く煮たような感じの牡蠣ですよ。煮物だね。このまんま食べてもいいっていうことでいただきます。美味しい。これはいいですね。昨日も牡蠣食べたね。ね、出汁が効いた醤油味みたいな。こう味が染みてる。染みてるね。あとやっぱこのつや姫ね。でこの釜でさ、一つ一つ炊いてくれて、ね、もう本当美味しいよご飯。美味しい。ね、めちゃくちゃ美味しいご飯。これだけでいけるわ。これは自家製の漬物だそうですよ。これまたいいですね。しっかり使ってる。しょっぱくなくて
ちょうどいい漬物。冷や汁、米沢の伝統料理。そう。小野川温泉で採れる豆もやしが入ってますよ。ね。いただきます。豆の味がいいね。このシャキシャキのね、もやしの食感がいいね。青菜もシャキシャキ。シャキシャキでね、美味しい。秘伝豆の豆腐。そう。味噌だね。上に乗ってるネギと味噌が美味しいね。あ、いいね。いい味。あとお醤油とかも何もいらない。そのまま食べられる。ね。これすごいね。ね。お米を食べさせて育てたこっこ鶏。そう。卵白の部分は蒸してあって、その上に卵黄をポトンと落としただけ。面白い。ちょっと初めてだね。それはね。いろいろ味変しながら食べられるってことなんだけど、こんな感じで上はとろっとしてて、で下が卵白が固まってるからもう食感がいいね。わあ、美味しそう。温泉卵と違うね、やっぱり。おすすめということで米沢牛のしぐれ煮、これをトッピングしてみます。山椒が入ってるっていうことなんで、はい、こんな感じ。おお、落ちそう美味しい。このしぐれ煮は何でも合う味だよね。合うね。次はだし醤油で食べます。味変大好きだからな。これで最後のこの温泉卵感が出てくる。最後に納豆、大粒納豆登場です。上になんか味のついた青菜が乗ってます。そうなんだよね。だから醤油いらないんでしょ。そう、いらない。でまず入れないで食べよう。納豆です。何もかけないとちょっとあっさりした感じかも。もうちょっと濃い方がいい人は醤油をかけて。大粒で食べ応えのある納豆でございますよ。大きい。大きいね。さあ、デザート担当です。いちごそのままね、乙女心っていういちごに自家製の練乳をかけたそうです。粒の大きさもね、ちょうどよくて美味しいです。で、これは出羽酒造の甘酒。もちろんノンアルですね。でも甘酒といってもね、そんな甘くなくて美味しい。ということで全部完食しました。完食しましたね。美味しかった。美味しかったね。なんか食材を一つずつさ、なんか大事に食べたって感じ。本当にこだわった感じのね、食材で。そうでちょうどよかったです。そう。今日はこの後ここは11時チェックアウトなので、そこまでゆっくりしてお部屋のお風呂に入ってね。入ってあと何回カウントできるかっていう。そう。ということでお茶、これはつや姫の玄米茶っていうことで、その香りがいいね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。チェックアウトの前にチェックインの際にお願いしていたアンビンを取りに行ってきました。さらに売店でお買い物。フロントでチェックアウトです。山形県赤湯温泉山形座滝波、いかがでしたか？歴史と伝統を大切にした館内、ライブ感あふれる最高の夕食、そして6代目館長をはじめとしたスタッフの方々のホスピタリティに感激の宿泊でした。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、引き続きご覧ください。